ペンネームパールさん、42歳の女性からいただいたお悩みです。大愚様の動画を拝見し、私も話を聞いていただき、何かご助言いただけたらと思い、メールを送っております。現在2度の離婚を経て、中学生の娘と2人で暮らしております。大愚様に聞いていただきたい私の現在の不安、悩みですが、それは私の自立についてです。私は高校生の頃から本格的にさまざまな心身の不調に悩み苦しみ、自分ではどうしようもできないぐらいになって精神科を受診しました。初めて他人にとても辛い、苦しい、助けてほしいと話したとき、信じられないくらい涙があふれたことを鮮明に記憶しています。医師の診断は不安神経症とのことでした。薬を飲めば以前のように元気になるということだったので、まだまだ子供で薬に関して無知な私は副作用の心配などもせず、むちゃくちゃな服用をしたり、今考えるととても怖いと思うこともあります。通院も半年経った頃、母親にカバンにしまっておいた大量の薬が見つかり、こそこそ通院するなんて信じられない、なぜ相談しないと叱られました。その後両親に連れられ別の病院に移りました。なんとか高校を卒業し、その後は体調を見てバイトをしたりしなかったり、体調が悪化し3ヶ月ほど入院したこともあります。両親には成人した後も経済的に支えてもらい不自由なく過ごせたこと、とても感謝しています。20代後半でバイト先で知り合った方と1度目の結婚、実家を離れ妊娠出産、そして母親になりました。その間も通院し、投薬治療を継続していましたので、娘が健康に生まれてくれたことは本当にありがたかったです。しかし私も未熟で、親としての自覚が足りないこともあり、娘が2歳になる前に1度目の離婚をしました。その2年後に2回目の結婚をしました。2回目の結婚の際にも子供を授かりました。下の子が生まれてからだんだん夫に嫌悪感を抱いてしまうようになり、結果的に離婚ということになりました。下の子は夫に引き取ってもらい、もう6年、下の娘には会っていません。その後、福祉のお世話になりながら経済的自立のため、職業訓練制度を利用し、2年かけて国家資格や免許などを取得しました。自分がしてきたことの罪深さに耐えきれなくなり、ダメになりそうになることもありました。自分は最低な母親だと思い、娘たちには本当に申し訳ない気持ちです。ですが、下の子には父親と祖父母がおり、しっかり育っていてくれるようなので安心しておりますが、上の娘には私しかおりません。私がしっかりしなければと強く思い日々過ごしています。しかしせっかく得た資格や免許ですが、体調が安定せず、仕事が長続きしないため、役立てることができないのが現状です。学校に通っていた2年間も体調が優れない時が多かったのですが、薬も最小限にとどめ過ごすことができ、奇跡としか言いようのない2年間でした。20数年患っている病気、不調、もうここまで来るとよくわかりませんが、できれば自立したいです。このままずっと福祉のお世話になるのかと思うと悲しいです。とてもありがたい気持ちはもちろんありますが、自立したいという願いがずっと離れず、娘も中学生になり、今はとてもしっかりとした子に育ってくれているので、福祉のお世話になっていることや、私の病気についてきちんと説明しなければならないと思うこと、なんとか自立したいと焦ってしまっていますが、最近は職に就くことを考えるだけでも不安になり怖いです。私が今すべきことは何なのか、今後どう生きていくべきなのか、取り留めもない文章になってしまいましたが、何かご助言いただきたくお願い申し上げます。涅槃という言葉があります。涅槃というのは、諸々の執着を離れて自分の心が穏やかな状態になっているというのが涅槃ですね。この悟りの境地とも言われますけれども、そう難しく考えずに、ここでは涅槃とは自分の心が穏やかであること、自分の心が汚れていない状態、そして穏やかな状態であることということが涅槃だと思ってください。お釈迦様の判断基準の根本にあるのがこの涅槃なんです。一方で私たちは
私たちの生き方、求めたい状態というのがね、意識しているしてないは別として、夢であったり希望であったり情熱であったりというところに非常に憧れを持ちますよね。で、それが悪いことということではないんですけれども、実は何を求めてるかって言ったら、このお釈迦様のおっしゃる涅槃という自分の心の安心ではなくて、心の興奮であったり、それから自分の心の衝動であったりするんです。で、人生にとってね、人生を退化させてしまったり、人生に失敗してしまったり、あるいは人生が不幸になるという衝動は望ましい衝動ではないんです。で、一方で自分の心が穏やかであるという状態は人生にマイナスになるということはないですね。興奮状態、すごく刺激的だけれどもものすごく危険な衝動、これを人生の指針にして生きていると、やっぱり回り回ってどこかで心身に不調をきたします。けれども心が穏やかな状態というところを基準として生きていったら、大きな失敗っていうのはしなくなります。人間はこの成長過程でね、幼年期、学生期といいますか、それから中年期、高齢の年期、もういろいろ世代によって感覚、体の感じている感覚とか体も違いますし、心の状態っていうのもある程度違うわけですね。だから一概には言えませんけれども、やっぱり若いうちは刺激を求める、ね、若いうちはやっぱりその衝動的なことって、もう興奮っていうのはすごいエキサイティングなっていう世界には憧れますよね。だからそれがね、ダメというんじゃなくてそういうもんです。年取ってからもうちょっと穏やかに生きたいなという気持ちがだんだん芽生えてくるんですけど、穏やかになったら穏やかになったというか、生活が安定していくと今度また興奮を求めて、なんか刺激が足りないなって言ったりします。だから本当に人間はそうやってね、どっちを幸せだと思ってるんだってことがわからない状態にあったりしますね。でまたいろいろと世の中で活躍している人っていう人たちを見るとね、すごく刺激的な生活をしている。またマスコミがそういうのを取り上げてすごく刺激的に頑張ってるっていう姿を見るとね、今自分のいる状況とか、今自分の立ち位置とか、今ある自分の状態とかっていうことを離れてね、なんかああいうふうに刺激的に自分も生きなければいけないと思ったりするんです。だけれどもその刺激的に生きなければいけないと思っている憧れの人っていうのはものすごい苦しんでたりするもんなんですね。なので私たちは刺激と興奮を求めて生きていると、その方が幸せなのか、それとも心が穏やかな状態っていうものを求めて生きている、そっちが幸せなのか。一般の人たちの答えは、どんなにその人が著名な有名な人であっても、芸能界で活躍していたりとか経済界ですごい名だたる人であっても、多くの方々というのは求めているのはこの刺激と興奮。一方でこのブッダの求められた世界というのは涅槃、つまり心が穏やかであるという状態。どっちが幸せかっていうのは、私も一問一答を始めて改めてブッダの求めた心の平安ということがはるかに幸せなんだということを痛感しています。私のもとにはたくさんのお悩みが届くんですけども、それこそ自分が今精神疾患を抱えているとかね、それからもともと発達障害があるとか、いろいろそういった身体の障害、精神の障害を自分で感じていらっしゃる人がいる、そのジレンマを感じていらっしゃる人っていうのもあるし、普通に学校に行って普通に恋愛をしてっていう、学生さんからのお悩みもあるし、主婦の人からのお悩みもあるし、一部上場企業の社員さんからのお悩みもあるし、芸能界で活躍なさってる人からのお悩みもあるし、プロスポーツの選手からのお悩みもあるしね、誰もが羨むような生活をしていらっしゃる、外から見るとね、成功者と言われてマスコミに取り上げられているような人からのお悩みもあります。
だけどやっぱり皆さん自分の心が穏やかでないということに悩んでるんですね。で一方この仏教でお釈迦様の教えられた教えというのはそもそも前提として求めている世界が違うんですよ。生きていくために刺激も必要ですよ。興奮も嬉しい、楽しい、そのドキドキする感覚もいろいろ楽しい、それは私も分かりますけど、最終的に幸せっていう状態はどういう状態かっていった時に、心が穏やかであるということ、そして心が汚れてないという状況、こんなに気持ちがいいということはないし、このような落ち着いた状態がまた新たな希望を生んでくれる、健全な思考を生んでくれたりとか、健全なまたアイデアを生んだりとかいうことが起きるんだなと。だからなんとなくね、その刺激と興奮という世界じゃないこの落ち着いた世界というのは全然クリエイティブじゃない。こういう世界っていうのはね、もちろんあるけれども、そういう世界で言ったら世の中はねどんどん退化してしまうんだっていうようなことをおっしゃる方があったりするんですけど、違うんですよ。逆ですね。皆さん異常に興奮して異常に何か盛り上がって、そして異常な判断をしたり異常な決断をするんです。一時的にお金がすごく儲かることがあったとしても、最終的に地球を破壊して自然に迷惑をかけて、そしていろんな人たちをしっちゃかめっちゃかにして、お金だけは一時的に儲かった。そして一時的に非常にマスコミに取り上げたりられたりして有名になった。だけど世界に対して、地球に対して、自分の人生に対して最終的にどういう結末をもたらしましたかって言った時にね、実は大きく世の中を引っかき回してるっていうだけであったりするんです。なのでこの心が穏やかであるという状態は決して停滞してしまって進化をしないということじゃないんです。冷静に正しく世の中が見えるという状況であり、それは自分の問題もひっくるめて、社会の問題もひっくるめて、むしろこういう状況ということが本当に大切なんだなということを、今この刺激と興奮の時代ね、もうそれが世の中を席巻している時代の中にあって、幸いにして私もこの仏教の端くれにいてですね、それを学ぶ環境にいさせていただいて、私も刺激と興奮を求めて今まで来たけれども、やっぱりね、そして落ち着いたこのなんとなく涅槃の世界なんていうのは何も生み出さない、生産的でないというふうにして思っていましたけれども、世の中が落ち着いて見えるようになってくる、正しく見えるようになってくるということは、世の中の問題も正しく見えるようになってくるということのはずなわけですよね。であれば、異常に興奮して異常な判断をする、選択をする、それと非常に落ち着いた状態で理性的に正常な判断をする、どっちが世の中のためですかって言ったらこっちのはずですよね。さて、だいぶちょっと方向性がずれてきてしまったので、もう一度お悩みに戻ります。パールさんの問題ね。パールさんの問題は何かというと、どこかでやはり自分がね、今病院もずっと20年来の少し精神の不安があって、その精神の不安に対してお薬を処方されているという状態、これは心が健康でない状況ですよね。でね、やっぱり心が健康でない状況であるからこそ、先ほど言ったように私たちはどうしてもね、外を見渡すとみんな同じぐらいの年齢の人たちがバリバリ働いてたり、それからその家庭でうまくいってたりとか、子どもたちもすごくいい状態を作って、教育環境を作ってあげられたりとか、何かすごい社会の中で活躍してたりとか、そういうところがすごい目に入ってきて、それと比べて自分はっていうこのギャップがね、どんどん広がっていく感じがするんですよ。なのでものすごく自分に対してただでさえまともに働けていない、そして、薬をもらっている、心が病んだ状態だ、それに比べてね、周りの人たちはっていうふうにして、ものすごくこの隣の芝生がね、青く見えるどころか黄金に輝いて見えるんです。それに比べて自分はっていうふうにして、どうしてもやっぱり思ってしまうんですね。なぜ自分だけはってして思ってしまうんです。けれども、先ほど言った一番私たちがこういう時こそ求めたいことは何かといったら、この刺激と興奮の世界を見て憧れるのではなくて、自分の心が穏やかでいるということ、このことを大事にしてほしいんですね、パールさんには。
でそのための生活を組み立て、そのためのやはりそうは言っても自立して仕事をしていくということであればね、自分の取った資格、こうやって頑張った取った資格、この資格を生かして自分を働けてないと思うかもしれませんけれども、今心が健全でないという状態、そして体もちょっと不調があるという状態で、自分が過去にこうなろうと刺激と興奮に駆られてですね、こうなろうと夢見て、それが悪いこととは言いませんけども、そこを夢見て取ってきた資格、これが生かせてないって言って苦しむ必要はないんですよ。今心が風邪をひいて休んでいる状態、心が風邪をひいて万全に働けない状態で、この状態で無理やりね、自分の資格を取ったんだから生かさなきゃと思って頑張ってしまって、それでその行った先でまたね、知らず知らずのうちに迷惑をかけたり、自分もまたそこで情けない思いをしたり、辛い思いをしたりして、またこうやって引きこもってしまうということをするぐらいであれば、資格は取りましたと、いろいろ勉強して頑張った時期もありましたと、いつかそれが活かせる時が来るかもしれませんけれども、でもその資格を使って必ずしも働かなくてもね、パートでもいい、何でもいい、自分が心穏やかにある程度それでいて生活費は稼いで、できるだけ福祉のお世話にならない、ね、その生活保護ということを受けずに生活できるようになりたいと思うわけですよね。そう思うのであれば、そういうチャレンジを続けなさるということはいいことだと思います。すごく大事なことだと思います、そういうチャレンジはね。けれども無理して周りを見て、その黄金に見える周りの世界に追いつけ追い越せっていうことを今体と心が病んでいる状態で無理にするぐらいであればね、自分ができる等身大の仕事をちょっとずつ始めてみたり、あるいは自分の生活をちゃんと朝起きて掃除をして洗濯をして、そして子供のご飯を作ってっていうことをちゃんとまず成り立たせる、ね、そういうことをやった上で、何かしら外へ出て働いてね、少しでもお給料いただけるとか、なんとか社会の役に立つというようなことを自分もしてみたいわと思ったら、その次のステップとしてそうなさっていったらいいと思うんです。それをいろいろなパッと目に、周り見てみると飛び込んでくるさまざまな人たちのさまざまな活躍があったりとか、あるいは自分が頑張って取った資格であったりとか、ね、実際自分の今いる状態はそこに比べてと全然違うところにいるにもかかわらず、見ている世界がそっち遠いところになってしまうと、自分の生活が焦りばっかりで成り立たなくなるんですよ。空回りするんです。決して人と比べる必要は全くないんですよ。まず自分がどういう状況にあるのか、そして自分が何ができるのか、そのできることを積み重ねていく。でこのことがパウルさんにとって一番大事なリハビリなんですよ。そうやって自分が自分の世話をまずできるようになる。自分が自分の心をできるだけ穏やかでいられるという状態を作る。でその穏やかでいられるという状態を作って、ね、いろいろそこに揺さぶりがかかったりして心が荒れる時があるわけですよね。でそういう時も一旦心が荒れてもどうやったらそれがまた戻ってくるのか、ね、落ち着いた状態に戻ってくるのかということを自分なりにこの病気と向き合ってですね、自分でチャレンジをしていく。でそうしなかったら危なっかしくて、職場に行ったりしてもね、やっぱりまたそこでうまくいかないっていう状態になってしまうじゃないですか。ですから体に傷があったりしている状態でね、街中に出て行ったらいろんなウイルスをもらったりしやすくなりますよね。そうなんですよ。心が今病んでいる状態であったり、心が弱っている、心の免疫力が非常に低い状態で、そしてウイルスがいっぱい飛び交っているというところへ出て行ったら、これやっぱり大きくやられてしまいますよね。それでその度に、ダメだ、私はダメだ、私はダメだということを繰り返してしまうわけです。ですから焦ることなくね、まず自分の生活をちゃんとしてみよう。朝決まった時間に起きて、そして掃除をして、家事をして、ね、そういうことをきちっとして、そしたら少しずつ分かりませんけれども近所に行って買い物に行って、そういうところでちゃんとね人と関係を作っていく。そしてちょっとバイトを始めてみて、そういうところでねできるだけそこに迷惑をかけないように自分の与えられた役割を果たす。でそんなことの積み重ねが自分の中で自尊心を作ったり育てていったりとか、社会との関わりの中で自分が自信を持てるような状態を作っていくんですね。
ですからとにかく刺激と興奮っていうことを人生の最も大事な要素として見つめずにね、自分の心が穏やかであること、でそこを自分のこれからの生活のね目標として生きていただければと思います。ということで、問題の指摘、そして処方箋というのを一気に話してしまいましたけれども、処方箋としてはね、まず今パールさんがどのような生活習慣を持っていらっしゃるか分かりませんけれども、朝決まった時間に起きて、そしてちゃんと家事をする、そしてその他ね、家のこと、家庭のことっていうことがある程度きちんとできるような状態にもしなっているのであれば、少しずつ少しずつ社会に出ていく。私がいつもお勧めしているのは、自分の近所に落ちているゴミ拾いをしたりとかね、そういう活動を自分でしていくことによって自分の行ができるんですよ。自分の心を落ち着けるってことができるようになります。でずっと床に伏せせたり、人から離れて、そして自分一人でいる、そして薬を飲むっていう状態でしか心が落ち着けられなかったことが、何かの作業をしながら心を落ち着けられるようになっていったりするんですね。単純作業から入って、そして、自分が心を落ち着けていられる状態というのが、何かの作業をしていたり、何かの仕事をしていたり、仕事をしながら同時に自分が自分を癒していくってことができるようになったら本当にすごいと思うんですけれども、ちょっとずつ家事育児、そして社会の中で自分ができることの役割を果たしていきながら、いつも自分の頭の中で気をつけててほしいことは、自分の心が穏やかであるかどうかっていうことね。でその状態をぜひ求めていただきたいと思うんです。取り留めのない話になりましたけれども、処方箋は自分が目指すところの生き方というのは心穏やかな生き方。それでいて、まず自分は自分のことができる、自分の生活が成り立たせる。その上で余力が出てきたら、社会の中でどんな仕事でもいいんです。自分が取った資格とかこだわる必要はありませんよ。自分が通える範囲、そして自分ができる範囲のお仕事をして、そしてそこでできるだけ自分の心穏やかな時間を増やしていくっていうことね。でそのようなチャレンジをぜひなさってみてください。でも決して無理もしないでください。どうぞ涅槃ということ、刺激と興奮を求める人生の目標ではなくてね、自分の心に穏やかな状態を求める人生、その基準でいろいろな物事を選択したり行動をしたりっていうね、基準にしてみてください。とにかく心が病んでいる時、弱っている時だからこそ、免疫力が低い状態だからこそね、心が穏やかである、そこに過剰な興奮とか過剰な刺激ということを焦って持ち込まないということですね。そのことによって長く安定した精神でいられるということが人からの信用につながってくるんです。どんなに仕事ができても常にジェットコースターのような感情を持っている人と周りの人とやっぱ付き合っていけないんですよね。だから少しでも自分の心が穏やかでいられるという状態をできるだけ長く続けていく。1年のうち365日あるうちにですね、360日ぐらい今までイライラしてたり興奮していたり激動の状態であったっていう、でそういう人は1年のうちね、せめてね、半分ぐらい、3分の2ぐらい、ね、穏やかな状態でいられるという日を作ることができたら、それだけで本当に人生は好転していくと思いますね。それだけで自分の心が落ち着いて、そしてまたいろんな人たちの関係がうまくいくようになると思います。ということで求めたい状態は涅槃です。心が穏やかにあること、そして心が少しでも汚れたり波だったりしていないという状態、そういう状態をまずは自分の生活の中から習慣づけていっていただければと思います。